皆さんこんにちは。イラストレーターのあきです。今ゴールデンウィークに向けて初めての個展の準備をしています。私も個展の準備については誰かに聞いたり教わったことがないので、完全に今回自分の試行錯誤で進めているんですが、実際にやってみて進める上で良かったなと思う方法やマインドの持ち方、場所の決め方などをシェアさせていただきたいなと思います。もしよかったら最後まで見てもらえたら嬉しいです。まず今回の個展をすることになったきっかけについてですが、個展は絵描きになってからの夢の一つでずっとやりたいと思っていました。でも時間と費用の問題で、いつか余裕が出たらとずっと先延ばしにしていました。時間についてはオーダー作品のお仕事と両立する自信がなかったのと、費用については展をするのは正直なところギャラリーを借りれば誰でも個展は開けるんですけど、私の住む福岡のギャラリーは数日借りるだけで金額が数万円くらいかかって、でも手が出せないなと思っていました。そんな考えで気がついたら数年が経ち、状況は劇的に変わるわけではないので、それじゃあいつ私は個展をするんだろうとふと思いました。いつかと思っていたら、きっとそのいつかは永遠に来ることはなく、本当にやりたいと思ったら今の自分でもできることはあるんじゃないかと思うようになりました。そして今年の1月に石川の震災が起こったことがきっかけで、またいろいろと考えるようになりました。よくせずそんな風に突然日常が変わることもあり得ることを改めて痛感して、地震ではなくても事故でも病気でも何か別の環境の変化でも、人生っていうのは良くも悪くも何が起こるかわからないものなので、当たり前の日常はないということを改めて強く感じました。そのために一日一日一生懸命生きることだったり、小さなことでもやりたいと思ったことを大切にすることは大事にしなきゃいけないなと思いました。で、直接の支援にはならないかもしれないけど、何か行動したいと思ってアートで希望をお届けしたい。震災ではなくても同じように日常精一杯生きている人たちに希望を持って明日を迎えられるようなアートを作りたいと思いました。長くなってしまったんですけど、これが今回の個展を行うことになったきっかけです。で、1月11日に個展をしようと決めて気になっていたギャラリーに電話をしてみました。この1月11日はゾロ目の新月の日って言って、天とか宇宙からのパワーがすごくて、願い事を叶うと叶いやすいということを伺って、普段そういうスピリチュアルなことはあまり詳しくないんですけど、ちょっとその日に便乗して行動してみようと思いました。そのような流れで個展をすることを決めたんですが、何か大きなことに挑戦するときに大切だなと思うのが、目的を明確にするということです。新しいことに挑戦するときは自分が想像するよりもたくさんの壁にぶち当たるし、うまくいかないことも多いと思います。でも目的がぶれなかったら、もし何かうまくいかなかった時でも自分のメンタルを立て直せると思います。例えば今回の私の目的が自分の夢の一つを今の自分でできる範囲で叶えることで、縁のある人に絵を見てもらって希望を感じてもらうこと、この2つなので、例えばもし見に来てくれる人が今回少なそうだったとしても、普通ならそこで落ち込んじゃうんですけど、でも今回の目的がたくさんの人に見てもらって知名度を上げるっていうわけではないので、特に今回の私でいくとそうなったとしても落ち込まなくていいと思ってるんですよね。落ち込まなくていいっていうことはメンタルを保ちながら準備ができるということにつながると思います。で、目的を明確にすることの2つ目の理由は、
何か判断に迷った時に優先順位がはっきりするからです。例えば今回個展の場所を迷ったとして、個展の目的がさっきのたくさんの人に見てもらうことという場合だったら、場所もたくさんの人が来やすいギャラリーにする必要があるし、そのために費用の優先度を上げたり次の行動も見えてくると思うので、そういう優先度がはっきりして迷わなくてよくなると思います。個展の目的は本当に人それぞれで、個展を通して実際に絵を見て買ってもらいたいのかとか、ただ自分の作品の区切りとかまとめとして行いたいのかとか、いろいろあると思うんですけど、最初に目的を一つ決めておくことは準備を進めるにおいてとてもおすすめです。目的を決めた次はどんな展示にするのかという構想を練っていきました。1月の上旬くらいはずっとこの構想を練っていて、テーマは何にするのか、どんな作品にするのか、どんなディスプレイにしてみせるのかなどをずっと考えていました。テーマは夜明けの花というテーマにして、明けない夜はないという言葉があるように、どんな人にも絶対明日は来るという希望の思いも込めて、そんな朝日を待ち遠しく待つ月とお花の後にしようと思いました。ちなみに練った構想はこんな感じで、スプレッドシートにまとめてわーっと参考になる画像とか、ちょっと思いついたらすぐ忘れないうちに書き留めていってました。その中に経費とか計画表とかやることのタスクとかもまとめて管理しています。今日は1月19日で、滋賀県の県立博物館に来てます。今日は今から打ち合わせなんですけど、めちゃめちゃ緊張してます。急にレポートを挟んでしまったんですけど、ここは佐賀県立美術館博物館の隣にある岡田三郎之助アトリエというところで、明治から昭和にかけて活躍した洋画家の岡田三郎之助さんという画家さんが使っていたアトリエになります。今は誰でも使用料を払えば借りられるギャラリーになっています。去年たまたま両親と来た時にこのギャラリーを見て、パステルカラーの黄緑色の可愛らしい洋館の外観に一目惚れして、中もこんな風にレトロな趣がある内観ですごく心が惹かれたんですよね。なんだか自分の作品や好みに合うと思って、その時にギャラリーを借りる案内をもらって、そして今回それを思い出してここだと思って借りたんですけど、もしたまたま去年このギャラリーに来なかったら、もしかしたら今の自分に借りられるギャラリーはなかったかもしれないので、本当に縁の力って不思議だなと思います。最初に目的を明確にするの時に優先順位のお話をしたんですけど、だいたい個展や展示をする時に一般的に一番大切って言われてるのは、たくさんの人に見てもらうことらしいです。せっかくやっても誰も見に来てくれなかったら意味がないと、私も昔メンターさんに言われたことがありました。でも今回は今の自分でできる個展っていうのが自分の中のテーマだったので、私は今の自分で借りられる、県外からいらっしゃる人には少し不便かもしれないんですけど、こちらのこの佐賀にあるギャラリーにすることにしました。場所の優先度を少し下げる代わりに、その分日にちはゴールデンウィークにして、できるだけたくさんの人が来やすい日程にしようと思いました。こちらの申込書に書いてある5月3日から5日の日程です。2日は前日の搬入日になります。ギャラリーについてもう一つなんですけど、普通のギャラリーって結構どんな作品にも合うようにするためかシンプルな空間にしてあるところが多いなって思ったんですよね。で、自分は作品ももちろんだけど、作品を見せる世界観もちゃんと作りたいっていう気持ちがあったので、シンプルなところで作品だけ置いたり、もしくはシンプルなところから一から装飾を頑張るっていうよりも、
もともと世界観がすでに確立されてて、自分の作品と合う場所で開いた方がいいんじゃないかなと思いました。なので場所の候補としては、そういう作品の雰囲気と合うような今回のギャラリーだったり、もしくはすでにそういう世界観が出来上がっているカフェなどのお店が候補でした。場所を決めることで大切だなと思うことをまとめると、まず1番目は自分の優先順位が何になるのか、人のアクセスのしやすさなのか、費用的な借りやすさなのかで、2つ目は自分の作品をどう見せたいのか、シンプルなギャラリーで作品メインで見てもらいたいのか、それとも世界観を作って見せるのか、もともと空間が出来上がっているところにするのかなどを考えるといいのかなと思います。最後にスケジュールや計画の立て方についてなのですが、もう本当に参考にならないと思うんですけど、スケジュールは1月の初めに個展を思い立ったので、ゴールデンウィークの個展の4ヶ月前から動き出したという感じです。1年をかけて個展の準備をする人もいるし、こうしてギリギリの人もいるかもしれないんですけど、2月に少しずつ作品を作り始めて、本格に作り始めたのは3月からなので、2ヶ月くらいで今一気に作品を作っている感じです。一応タスク表や計画表も作ったんですけど、見ると焦っていい気持ちで作品を作れなくなってしまうので、だいたいどのくらいのペースで作品を作ればいいかだけ把握しておいて、あまり見ないようにしています。そして作品が間に合いそうにないと気持ちが焦った時は、自分はただ空間を埋めるために作品を作るのかっていうのを自問して、いや違う、今回の目的はそうじゃないよねと言い聞かせて、最初の自分の目的がぶれないように、ただいい作品を一つ一つ丁寧に作ろうと思って準備しています。インスタグラムでもちょこちょこ進捗をストーリーズなどで上げているんですが、頑張ってくださいっていうお声だったり、作品をちらっと載せただけなのに個展が終わったら購入したいですと言ってくださった方々や、お休みを取って飛行機を予約しましたと言ってくださる方もいて、もう本当に嬉しくて励まされていて、そういうお声を聞くと不安になったり焦ったりしてる場合じゃないなって思いました。悔いが残らないように、そういう方たちのお声を無駄にしないように、ただ自分にできることをやるだけだって思いました。個展の準備の期間でそういう心の葛藤とか気持ち的な部分でも鍛えられているというか、学ぶことがたくさんある気がします。なので最初の話になるんですけど、いつかやろうじゃなくて、思い切って今の自分でやろうと思ったことは、たとえ大成功とは言えない個展になったとしても、今の時点でもすでに自分にとってプラスになってるなと思います。最後の最後におまけで、個展のモチベーションを上げるためにオーダーしたアクセサリーの紹介をさせてください。ずっと仲良くさせてもらってるハンドメイドアクセサリー作家さんにお願いして、今回のテーマの月とお花をイメージして作っていただきました。ちょっとその開封動画を載せさせていただきたいと思います。クラフト AK さん、あゆさんが作ってるんですけど、私がイラストレーターになりたての頃にショップカードを依頼してくださって、で今もずっとそのショップカードを使ってくださってます。あゆさん、なんて嬉しいんでしょう。そしてめちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛い。すごい可愛い。そう、なんかこっちのリングとイヤリングをオーダーさせてもらって、で左右でアシンメトリーみたいな感じにしたくて、片一方が三日月で片一方がなんか満月をこうイメージしたパールがあったらいいなと思って、もうなんか一からオーダーさせてもらったんですけど、もうなんか理想以上ですごい幸せです今
記者会見みたいになっちゃうこれあ、1話より目立つ感じでめちゃくちゃ可愛いデザインです。あ、パイさんありがとうございます。Something people say isn't wise. All I really need to know is that you'll be by my side. 'Cause we're in for a wild ride. こんな感じですごく長くなってしまったんですけど、初めての個展の準備編は以上となります。この次の動画はディスプレイの DIY の様子などをお届けしたいなと思います。いつか個展をしてみたいなって思ってる方や、何か始めようかなって思ってる方に少しでも参考になる部分があったらとても嬉しいです。もしゴールデンウィーク個展にいらっしゃる方がいたら、ぜひたくさんお話できたら嬉しいです。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。